This is LA. This is where we live. This is where we went by RV. We went everywhere. 2025年を見てくれている世界中のみんなにありがとうの気持ちが伝わるご挨拶を振り返るとちょっとやめて、今から振り返るとちょっと長くこれから長く話していいっていうから着物マム始めてまさか5年前から考えるとこんな1年を過ごせるとは全く思ってなかったし、年々どんどんサポートしてくれる人が増えて、去年出発する前あれから考えてもたった1年しか経ってないのに、昨日より今日より明日だから去年から比べると1年前より半年前より今どんどんサポートしてくれる人が増えて、僕らも夢がどんどん大きくなって感謝してます以外の何物でもないかなと思ってます。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。次すーちゃん。これだけ。またあるんじゃない？いっぱいいろんな友達ができたじゃん。いや喋り急に恥ずかしくなったな。なんやねん。恥ずかしいだってす。じゃあ次ママ。2025年あ、そういう本当にありがとうございました。こんなにみんなのサポートを感じた年はありません。行く先々でみんなに助けていただきました。もう何百人の友達ができました。本当にうまみソースも皆さんのおかげで今は全米で3800店舗に置いていただけるようになり、感謝の親としては、彼女が恥ずかしいって言ってたのに、回を重ねるごとに、自主的に自ら手伝ってくれたりとか、毎回着物子がサンプリング時にすーちゃんと一人遊んでくれるんだけど、着物子とずっと仲良くさせてもらって、子供が遊びに来たら子供とも仲良くさせてもらって、その後も手紙を送ってもらったりとか、リアルな交流も今年は感謝の1年でした。ありがとうございました。すーちゃん一言ないの？下からボンって出てきた。あ、出てきた。何？ブラ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 。どこから覚えてくのそれ？もうすーちゃん8月に小学校が始まって、すっかり英語でもう友達もいっぱいたくさんできて、本当に彼女の成長の速さにびっくりさせられてます。ねえこれ覚えてる？2024年の11月RV買った日。すーちゃんちっちゃいじゃん。手伸びたね。今シュッとしてるもん。まだベビーカーなって。もうベビーカー乗ることなくなったね。すーちゃんベビーカー大好きだもんな。最初のオレンジカウンティと LA の時はさ、チャフィニティのメンバーにサンプリングのやり方を教えてもらって、テントの立て方とか何も知らなかったから。ミカもメイさんもちっちゃいわ。うわー懐かしい。その後欲しいから、すーちゃんこれ覚えてる？一番最初のサンプリングの前の日にRVパークにお風呂が入ってて、見ていい写真じゃん。RVパークも懐かしいな。よく何も分からずにあそこに1ヶ月半住んでたよね。最初のオレンジカウンティのサンプリングが本当にみんなたくさん来てくださって、すごかったね。すごかったよね。まだ11月覚えてるこの人、マイコー・ビ・ジョーダン。マコブジョン。もうまだすーちゃんなんか幼くない？一緒に牛丼食べた覚えてる？優しかったね。マイコー・ビジョーダンに会ったのが11月22だから、始まってすぐじゃん。おーすぐだね。これママ一つ忘れられないことがある。パパの髪の毛がボーボーになってきたのね、ハンティントンビーチにいる時にね。ここからうわーすーちゃんが切った初めてすーちゃんの有名美容師さん。ほとんどママが切ったの。一番最初はね、こ2回目からほとんどすーちゃんがやってる。びっくりしたでしょ。最近なんかパさ、パだけがチェックするだけですけどね。最近なんかちなみにだからこの髪は今すーちゃんが切ってるから。そうだよね。ママもう一切やってない。 6回ぐらい切ったよね。もっとやってんじゃない？もっと切ったかなぐらい切ってる。100回
回ぐらいやったの。 1回ぐらい切ったら髪なくなっちゃうこの時スタートしてよかったよね。よかったよかった。もうだって帰ってきたら上手になってんだもん。おじいちゃんのお葬式だ。それも11月だったんだ。でおじいちゃんのおじいちゃん亡くなっ亡くなってて、でも帰ってこれなくなったらどうするとか言ってね、まあ一回帰ろうと思ったんだけどな、一瞬な。今置かれてる状況を考えたら帰らない方がいいのかなと思ったのと、なんか親父だったらそこにいて頑張れみたいなね、と言うだろうなと思って、でこっちにいて頑張ろうと思って、萌のお母さんがお葬式行ってくれてね、フェイスタイムで参加させてもらったから、でもまあ俺にとってはやっぱり1年間で一番大きな出来事だったな。帰ったらもうねいないって信じられないね、まあ、あとお袋がな心配だったけど、まあ元気そうだからな。お母さんなんかすごい若返ったはず。まあ子供にそういう姿を見せてるんだろうとは思うけど、でもきっと元気だと思う。忙しくしてはるね、まあ親父とお袋両方ともに一回こっちにこうやって住み出したから、一緒に連れてきて見せたかったけどな。あとさ、パパのおばあちゃんさ、全然怖くないの怖いって言ってる。いやでも飛行機さ、やっぱり年代だよ。すーちゃんはさ、生まれた時から飛行機乗りまくるじゃん。飛行機なんてね、一生に一回乗れるかどうかだったんだよ昔は。すーちゃんはすーちゃんで特殊な人生を送ってはる、まあそうだ、すーちゃんが選んだわけじゃなく、パパとママが選んだ道だからな今な。そしてアリゾナに行きました。出発したんだ。それまでにもいろんなとこ行ってんだけど、ちょっとアリゾナに行きますね。サンプリング、そこもたくさん来てくださって、セドナにも行ったしね、その時にトゥーソンでサンプリングしたんだ。綺麗なとこだったね。セドナもずっと行きたかった一つだって、ベルロックの駐車場で泊まってね。あれは良かったね。あれはすごい良かったね。すごい。あんな寝る前まであの景色で、起きたらあの景色ってこの画面にこう出てるのから、あれは良かったね。すーちゃん覚えてる？窓の外からさ、なんか動物の鳴き声が聞こえるって。パパの鼻がそう覚えてた。さ、真っ暗だからすっごい声、誰もいなくってさ、山の上です。そう山の上でさ、パパが鼻がさ、なんかピーなんか動物の鳴き声が聞こえる。ピーどこってです。パパもどこどこって探してんの。真剣だったよ。パパの鼻からなって涙出るほど笑ったよねみんなね。そんなことある？怖いよね。なんかの動物の鳴き声だ。だってクマとか遭遇したら怖いよね。骨付きニューメキシコ。ニューメキシコ1回目サンプリングしなかったんだよね。ニューメキシコ2回行ったからエルパソ通って、まあちょっと通過しちゃったんだよね。1回目はね。1回目はね。綺麗だったね。ホワイトサンドとかね、綺麗だったよね。雪山みたいだったよね。そこはもうなんか誰にも会わずにシューッと行っちゃったね。そうそうそう、ね、ちょっと1回目はもうスケジュール結構過密だったからね。でテキサス。濃かったね。いろんな人にお世話になったね。サンアントニオでも HEB のヘッドクォーターに行ったりね。 HEB にもしかしたら並ぶかもの日も近いかもしれません。近いかもしれません。まだだね。サンアントニオではサンプリングしなかったんだけど、オースティンはホールフーズのヘッドクォーターだから、そこに初めて行って、これ言っていいか知らないけどさ、そしたらさ、ホールフーズの創業者の人が普通に買い物してたの。と思って話しかけに行った。変な人来たなって思われたかもしれないけど、ちょっと熱量多めで、私は日本から来てすごいホールフーズにこの私の商品を置きたいと思ってアメリカにやってきましたみたいな熱強めで言ったら、ちょっとそうか、ナイスミユ突然だからびっくりしたんじゃない？そうびっくりされちゃったけど、でもなんかすごく光栄な出来事でした、やっぱり調味料をやってる起業家としてホールフーズに商品を置いてもらうっていうことは夢じゃん。いっぱい商品がある中で自分の商品を取り扱ってもらうっていうことに、そのビハインドシーンにどれだけの人がいるかっていうのも、この業界に入るまで知らなかったの。でも今はやっぱりホールフーズのおかげでうまみソースドリームの足がかりを作っていただくことができて、本当にありがとうございます。感謝しています。夢だったからね、最初のね。でもマニフェストでパパが書いてくれたパッケージもずっとこうホールフーズに置くことをイメージして作ったロゴがこれです。ホールフーズ行ってね、写真撮ってね、その棚に置かれるんだったらこんなのがいい。最初に棚の写真の上にこのボトルの絵を描いたから、そこからこのボトルを決めたから。やっぱりこうすっごい具体的にイメージをし続けると現実になるかもねって感じた出来事でした。
ほんでダラスに行ったでしょ。でダラスに行ったら大雪だったんだよね。1年に1回の大雪の日とかだったんだよね。もう真っ白な RV パークで綺麗なお正月を迎えました。雪だるま作ったの覚えてる？こんな小さいの。これだよ。そうそうそう。これだよ。あ、そう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 。人参もそうだよこの子供の人参可愛いじゃん。ほらこんな小さい、覚えてない？これ可愛かったね、すーちゃん。可愛かった。あ、これテキサスか。これこの写真見てなんか一言言ってみて。日米協会さんが紹介してくれて、テキサスの学校とうまみソースのコラボさせてもらって給食をさせてもらったりとか、夢みたいなことを実現してくださった皆様ありがとうございました。この辺りでいろんなもの食べたよね。そうだね、バーベキューもだけど、テキサスバーベキュー結構俺衝撃だったし、あとガンボでしょ。ガンボはもう、未知の食べ物だったあんま食べないもんね、日本だとね。食べない、ああいうのないよね、シーフードスープなのかな。なんか香辛料があんまり日本に入ってきてないというか、馴染みがない香辛料だからね。面白いよね、家庭料理ってね。ニューオーリンズだ、ニューオーリンズの時風邪ひいてたんだ。そうだ、結構風邪ひいてんだよね。アメリカの南部ってこう移動してるから、その季節がバラバラだったよね。湿度もバラバラだったし、でもニューオーリンズでもちょうどパレードの季節だったから、街も彩られてて綺麗な街を散歩しました。そしてフロリダ、ニューオーリンズまではサンプリングをやったら着物子がもう本当にホールフーズ外なるまで行列作ってくれたりしてて、でもフロリダでも10回ぐらいやったんか。もちろんたくさん来てくれた地域もあったんだけど、初めてほとんど着物マムのことを知らないっていう地域に行ったね、ネープルズだったっけ。お客さんの層がやっぱり地域によって全然違うからさ、結構年配のリタイアした方が多い地域で、YouTube なんて見ないわよみたいな人もたくさんいらっしゃるようなところで、でもそこでサンプリングを、それでもボランティアの人は 2,3 人来てくれて、多分そのボランティアで来てくださった方たちがその町で唯一私たちのことを知ってくださってたような方がね来てくださったんだけど、なんかあそこでやったことってすごく私の中で本当は糧になってて、自分のことを全く知らないところに行くっていうことが初めてだったから、幸運にも今まで行く先々でウェルカムしてもらってたから、全く前情報なくうまみソースをその人に買ってもらうっていうこのセールスを頑張るっていうことが I love it! すごく自分のためになったなって思った。あの辺から変わったよね、ママのデモスタイルが。そこまではやっぱりみんなが来てくださってファンミーティングみたいな一面もまだあったじゃん、でもフロリダからはうまみソースのことを説明して分かってもらって、私たちが何者かっていうのを分かってもらってやるっていうことをすごく学んだ地域でした。だからその時ですごくサンプリングの仕方も学んだし、年配の方が多い地域だったから、私たちの話をしたら全然知らなかったけど応援するねって言って買ってくれる人とかたくさんいたんだよね、フロリダはね泳いだよね、冬だったのに。すーちゃんがね、もうなんかフロリダにいた時毎日海に入ってたよね。何月だっけ1月。綺麗だったね、こうわー、こ。これ綺麗だったね。覚えてる？すーちゃんここ。これ覚えてる？おー、これ怖かったよね。なんかアリゲーターがいてって言っても、パパとかないでそうパパがさ行こうよとか言ってママとスーちゃんに必死に怒ってたやつね。シルバースプリングだったかな。でもすごい綺麗だったじゃん。すっごい綺初めて麗だった。3人でカヤックして、この後ジョージア行ってサウスカロライナはシュッと通ってノースカロライナ行ったんだよね、見てちょっとこれどこだろう。スーちゃんがお手伝い始めてくれた時ちっちゃくない？めちゃくちゃちっちゃいじゃん。あと髪切った時、そうだね。こんなちっちゃかったっけ？で、すーちゃん今はあ、全然違うじゃん本当に。あれすごい。ここだよ。今同じエプロンだもんこれ。今うまみのラインまで。あ、すごいね。うまみの上のラインまで。その時はこの辺だったわ。うわー、すごいね。ここまでは結構スーちゃんさ、もうこの子シャイなんですって感じだったけど、この辺から見てスーちゃん率先してお手伝いしてくれる。じゃなんかこれ子供働かしてるみたいに見えない？かわいいわ。かわいい。
で DC だね。1ヶ月。そうバージニアワシントン DC に行って、一番大きかったことは私の両親が来たので、私の両親が遊びに来てくれて、でスーちゃんももう超ハッピーで、うまみサンドが生まれたのもワシントン DC だったわ、そういえば。でワシントン DC で会う人に試食してもらって、どう思うどう思うとか言ってアドバイスもらって、フィードバックもらって、こう改良してレストランで初のポップアップをさせてもらったんだよね。で3回ポップアップして、それも満席にしていただいて、本当にくれたみんなありがとうございました。思いついたらすぐ。あれ早かったね。早かったよね、形にするまでね。すーちゃんが着てるロゴあるじゃん、これうまみサンドにしようよって言って、もうその日の次の日にロゴできてたもんね。でメニューすぐ作って試作して、でもうイベントがすぐ決まって告知して、もう当日だよ。そううまいことにじゃあうち使っていいよっていうシェフに会ったりとかしてさ、ドーフィンズのいいレストランだったな。すごい素敵なレストランだったね。ホワイトハウスのすぐ近くのね。そうワシントン DC はサンプリングもたくさんの人来てくれたし、着物ママを知ってくださってる方がたくさん住んでらっしゃるイメージだったね。でフィラデルフィアだ。フィラデルフィアではうまみサンドから始まったんだよね。うまみサンドのカフェロータスっていう素敵なオーナーさん夫妻がやっている可愛いカフェがあって、そこでベトナム系カフェかな、みんな温かくて、うまみサンドもやろうやろうみたいな感じで言ってくださって実現しました。でフィラデルフィアではロッキーの聖地の銅像があるなんか美術館の前のホールフーズでやらせていただいて、たくさんの方に来ていただくことができました。ありがとうございました。シェフズテーブルっていうネットフリックスの番組で第1話になってたカラヤっていうタイレストランがあるんだけど、そこに行ったらシェフの方、もし明日空いてんやったら何時においでって言ってくださって、コラボの動画を撮らせていただいて、シェフにうまみソースを使ってお料理してもらったの。ノックさんっていうシェフにね。カラヤ出た時にさ、ダブルレインボー見たの覚えてる？この動画さ、いつか使いたいなと思って、もうすごいミラクルが起こったの覚えてる？ほんでボストンだ。親子クッキングのイベントを初めてしたんだ。そこでいつもスーちゃんとずっと着物マムとしてお料理してきて、親子で見てくださってる人が多いのね。なんか着物マムの使命としても、もちろん日本食を広めるっていうこともだけど、やっぱり子供と一緒に料理をすることでファミリーのトラディショナルを伝えられたり、大切に思っていることを子供に伝えられることがあると思っていて、具現化したイベントが初めてだったので、大きな出来事の一つでした。可愛かったな、子供たちがこうお寿司頑張って巻いてるのとか。ジャパンフェスティバルに出演させていただいて、うまみソースのブースを設けさせてもらったのと、クッキングデモをやらせてもらったんだけど、うまみソースのブースにもすっごいたくさんの人が来てくださって、しかもその時私一人だったの。昭和大学の学生さんにボランティアで手伝ってもらって、死ぬほどエネルギーを使った一日でしたね。でこんなになってました。そしてなんとこれもまた新しい人生の経験だったんだけど、ニューヨークのコロンビアビジネススクールに呼んでいただいて、なんか学生さんたちに向けてお話をするっていう経験をして、ボストンからニューヨークに行って、まさかね、大学も出ていない私がそういうところに呼んでいただいてお話をさせていただけるなんて、本当に光栄なことだなと感じる出来事でした。マサチューセッツ工科大学 MIT のスローンっていうところのアグリカルチャークラブっていうところにうまみソースのファウンダーとしてお招きいただいて、ハーバード大学にもお招きいただいて、文化をこう研究されている先生方にお招きいただいて、ホームクッキングをこう生徒さんたちと一緒にするっていうイベントだと、ありがたい機会をいただけるなんて思ってもいませんでした。それでボストンでもうまみサンドやらせてもらったのね。そこもたくさん来てくださって、ちょうどこの時ぐらい、シンシナティぐらいかなからスーちゃんが小学校に行くことを決めたんだよね。この頃からどこに住もうかっていう話を急ピッチで進めました。道中だったからフェイスタイムつないでもらって内見をしたりとかして始めた時でした。日本人として家を借りるっていうのもすごくまた大変なハードルがいろいろあったんだけど、いい大家さんに出会って、最終的には今ここに住まわせていただいているという感じです。何しろクレジットスコアがないからね、私たちは来たばっかりでまだ会社もちっちゃいしさ。アトランタもすごい着物子の人多かったよね。でもアトランタにいたのが1日半ぐらいしかいなかったんじゃなかったっけ。もうちょっとゆっくりいたかったね。なかなかゆっくり観光どこもせず、アトランタでのホールフーズだけ行って帰ってくるような旅だったので、次アトランタに行ったらちょっとゆっくりしたいなと思ってます。ジョージアでアビが壊れたんだよねそう、元さんがアビを直しながらね、いろんなところで直しながら、それでニューヨークです。もうニューヨークでは本
当にたくさんの着物子にお会いすることができてありがとうございました。一人一人の顔が思い出せるぐらい、うまみサンドのポップアップもブルックリンでやらせてもらったし、あとは日米協会さんとのイベントがすごく印象的で、対談形式でしかも英語でやることができて嬉しいイベントでした。その日米協会さんでも親子クッキングをさせていただいて、うまみソースを使った味噌玉を作らせていただいたんだけど、またこの親子クッキングいろんなところでやっていけたらいいなって今ちょっと思っています。自分自身が着物ママとして何をみんなに貢献できるかなって思った時に、やっぱり子供に自分の習得してきたことを伝えたいっていう思いと、私自身が産後うつが長かったから、それが子供と一緒にキッチンに立つことによってクッキング自体がコミュニケーションになっていい方向に向かったりすることがあるのかもなって自分自身の経験をそうして思っているから、親子クッキングっていうこと自体が私の人生の中でとっても重要なパーツの一つだなっていうのがあります。あとはそうだな、着物マムを始めた本当の初期から見てくださっているすごく大切な着物子の一人が会いに来てくれて、体調が悪いんだっていうことを打ち明けてくれて元気にしてるかなっていつも元とすーちゃんと3人で話しているところです。毎回コメントしてくれてたんだけど、最近はコメントも見ないから元気でいてほしいなって思っています。その後だね、独立記念日の花火大会でニュージャージーにいたの。花火を見に行ってたんだけど、すごい人混みでブルックリンの方から花火がすごく綺麗に見えて、わーって綺麗って言ってたんだけど、急に逃げろシューティングだみたいな叫んだ人がいたらしくて、でもう大パニックになっちゃって、どこに逃げていいかわからない状態で、だけど人波がブワーって押し寄せてくる状態で、私スーちゃんを抱っこしてたから、そのまんまとにかく逃げて、そのまんまこけちゃったの。スーちゃん抱っこしたまんま、もうなんとかスーちゃんの頭だけを守らなきゃと思ってガーって抱っこしたままだったら、もうここがパックリ割れちゃって、足も膝ももうなんかまだちょっとここに傷跡があるけど、大人になってあんなにこけて怪我したの初めてぐらい怪我をしてしまいました。幸いスーちゃんに大きな怪我はなかったんだけど、やっぱりスーちゃんもちょっとトラウマみたいになっちゃって、でそこからちょっと私たちの投稿リズムみたいなものも崩れちゃって、これを動画に残す必要がないだろうなというふうに思って、スーちゃんもトラウマみたいになって、あまりまた怖い思いさせたくないっていうのと、動画を見てくれてる人にもあんまり怖い思いしてほしくないし、あの事件をきっかけに結構 YouTube の投稿ができてなくってごめんなさい。もう今は安全なお家に住んでちょっと落ち着いてきてるので、でもあれはすごくいいリマインダーになったね。 LA から出発してずっと南を行って北上して中部回ってまた北上してニューヨークにってなったんだけど、そこまで一回も怖い思いしたことなかったの。後から聞いた話は本当のシューティングじゃなくてプランクだったみたい、子供の。私たちは日本で生まれ育ってるから、やっぱりそういう危機感がなさすぎるっていうところも自覚しているから、いいリマインダーになりました。気をつけなくてはいけないっていうね。そういう風になってしまったっていうことをインスタのストーリーで出したの。そしたら次の日サンプリングだったんだけど、そのサンプリングにナースで働いてる人がいろいろなんか怪我の手当のやつ持ってきてくれて、処置をして、で自分での処置の仕方も教えてくれて本当に助かりました。病院行った方がいいのかな、でもこれやっぱ縫わなきゃいけないのかなとか思ってたから、本当にありがとうございました。ニューヨークには1ヶ月近く滞在したのかな。初めてのブロードウェイも行ったし、この時ぐらいに LA の家を決定したのかな。入居する20日前ぐらいだね。ここでギリギリ家が決まったという状況です。バッファローまで行ってナイアガラの滝も行って、デトロイトとかミシガンの方も、デトロイト幼なじみのお兄ちゃんが住んでて、その方が領事館の方とつなげてくださって、生け花のワークショップみたいなのを開いてくださって、シカゴは日米協会さんと一緒にたくさんイベントをさせていただいて、1週間着物マムウィークみたいな飲食店さんとコラボさせてもらって、そこでも味噌玉の親子クッキングをさせていただいたり、うまみサンドも淳役さんとやらせてもらったり、たくさんの着物子に出会うことができました。シカゴで泊まってた場所は着物子の家の庭にRVを置かしてもらって、その中で1週間寝泊まりさせてもらって節約させていただきました。ありがとうございました。
ラブズっていうガソリンスタンド屋さんが結構道沿いにあって、そこのシャワーが綺麗で3人でシャワーを浴びまして、パパ一人で運転気をつけて帰ってきてねっていう最後の夜でした。で LA に帰ってきてからミネアポリスに行って、ミルウォーキーに行って、ユタも行ったし、ソルトレイクに行ったし、ラスベガスにも行ったし、アルバカーキニューメキシコにも行ったし、オクラホマにも行ったし、アーカンサスにも行ったし、ミッツオーリにも行った、セントルイスにも行った、シアトルに行って、ポートランドに行って、サンフランシスコに行って、サンディエゴにも行きました。本当に全米回ったね。すごいね。これだけアメリカ広いのに、どこに行っても着物子の人に会えるっていうことは、本当にたくさんの方が見てくださってるんだなっていうのを実感しました。今日の動画もほとんど日本語だけど、実際に着物子に会っても日本語喋る人少ないよ。みんなどうやって理解してくれてんだろう。字幕字幕見てるのみんなそして年明けハワイに行ってまいります。私たちのうまみツアーのゴールはハワイです。楽しみ本当にたくさんの方に支えていただいて、このロードトリップを終えることができそうです。道中私たちに会いに来てくれた皆さん、一人一人の方、本当にありがとうございます。あなたのタウンに行った時にちょうどこれなかったっていう方も、実はまだうまみツアーは終わっても、私たちのうまみソースのカンパニーとしてのサンプリングはまだまだ続きますので、ぜひ会いに来ていただきたいし、ブランドアンバサダーみたいなお手伝いしてくださる方も、着物マムのストーリーを知ってくださっている着物子にブランドアンバサダーになっていただいて、愛を一緒に広げてくださる方も募集したいと思っていますので、ステイチューンしていてください。来年はどんな1年になるかな。2026年も私たちの動画を楽しんでいただけると嬉しいです。うまみソースやプロダクトを通してみんなにも愛を広げていけるように、引き続き頑張ってまいります。では皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。Happy New Year! Happy Holiday!